皆さんこんにちは、アキです。今回はアフリカ大陸のケニアに位置する野生動物の楽園マサイマラにやってきました。アフリカと聞いて皆さんがまず思い浮かべるような広大なサバンナにライオンやゾウなど多くの動物が生息する世界有数の野生動物保護区です。またマサイマラは名前の通り古くよりマサイ族が暮らしてきた地として有名で、今でも彼らの文化に触れることができるような場所でもあります。今回はそんなアフリカを代表するサファリスポットマサイマラの壮大な自然と文化を堪能していきたいと思います。ケニアへは日本から飛行機で乗り継ぎを含めて17時間ほど、インド・アラビア半島を越えたアフリカ大陸の東側の玄関口にケニアは位置しています。自分たちは今回エミレーツ航空を使ってケニアまで行きました。前回までの動画ではケニアの首都ナイロビのキベラと呼ばれるアフリカ最大級のスラムや人類誕生と進化の地と言われるアフリカ第一皇太周辺を巡ってきましたが、今回はケニア南西部タンザニアとの国境に位置するマサイマラ国立保護区に向かいたいと思います。マサイマラ国立保護区は国境を越えてタンザニアのセレンゲティ国立公園とつながっているのですが、それらを合わせた規模はなんと岩手県全体よりも大きな規模とのこと。今回はケニア側のマサイマラだけなので、なんとか2泊3日である程度回りきりたいと思います。マサイマラへは首都ナイロビから約200キロ、車で約5時間弱ほどの道のりです。世界有数の観光地だけあって飛行機でもアクセスできるようになっていますが、自分たちはこの動画の前まで別の場所を回っていたので引き続き車で向かいたいと思います。ちなみに今画面に映っている標高の低い部分が前回の動画で紹介したアフリカ第一皇太です。人類の誕生と進化において重要な役割を果たした環境だったといいます。そしてこの第一皇太は活発な地質活動の影響によって遠い将来にアフリカ大陸をここから分裂させて海になるとも言われています。マサイマラ国立保護区への道中ではこういった大自然を堪能することができます。まだナイロビから出発してからそんなに経ってないんですが、もうすでに見渡す限りの美しい景色が広がっています。おーマイガー。ちょっと前も撮って。グッボーイ、グッボーイ。わー。わー。Hit a car? From Nairobi. 今度ヤギが来た。うわ、本当だ。So watu wengi wanafikaga around saa 3. バシバシ叩かれるんやけど。めちゃくちゃ叩くやん。I have to confirm. I'm not sure kama hiyo ya saa 2 ama hiyo ndio ya Nice to meet you. I'm Emerson. I'm Aki. Yeah. Karibu sana. Karibu sana. Yeah, that is main plus. Welcome. Thank you. How are you, Japanese? Hello. Hello. I know sayonara. Sayonara. How are you? How are you? Was こんにちは。Konnichiwa. こんOh, こんにちは。あ、いやいやいや。Welcome. Thank you. My name Peter Narok. Peter Naro. So I'm guide for you today. Thank So you. now I think to go to 4 o'clock. We go to see animal. Oh. Tomorrow morning, 5:45. We go full day to come back. They come about 3 o'clock. Bye bye. Thank you. Thank you. 車乗り換えてマサイマラに向かいます。You see that? プンバ。 The Pumba, tick tick. プ The ンバ、プンバ。おー。 That's a family. Hungry. Yes.
プンバ見えた？見えた。可愛かった。プンバといつも一緒にいるやつなんだっけ？ティモン。なんていう動物あれは？ミーアキャット。あ、ミーアキャットか。妻は小さい頃からライオンキングが大好きだったらしく、その舞台のアフリカにいつか行くのが夢だったとのことで、今回の旅でたくさん動物が見れることを祈ります。もう少しで宿に着くらしいですが、地面も赤土になってかなり雰囲気が出てきました。ここが宿の入り口なのかな。おー、すごい、結構立派なゲートがありますね。ここが今日から2泊3日お世話になるセントリムマラロッジです。はい。Thank you. Welcome. あ、リンゴジュース。美味しい。美味しい。普通のリンゴジュース。持ってきてくれるな。いやー、すごいね。見てこの椅子。いいね、あの柄で。うん。いいじゃん。マサイ柄。布 Welcome back. Welcome back. Thank you. Thank you. Wow. Welcome back. Enjoy. And home. For you. うわ、すごい。壁がないんだけど。すごいね。This one's a shower. Okay. And cold water, hot water every time. Three towel. And this one. Okay. Yeah. Hot water. And this. Left. Hot Left. water. Cold water and this one. OK。 Yeah. Shampoo and soap. Brush and this one. Hot water and cold water. Okay. Yeah. And hot water. And this. Cold water. Hand towel. うん。クリーンなトイレ。 This one's that's the system. Solar and generator. ああ。Yeah, yeah. And this Okay. one is solar. OK。Yeah. Is this night only night? Yeah. Generator is 6 o'clock p.m. And 6. ああ。Yeah. OK。 the back one and this one. Yeah. Key it's here. Okay. Yeah. Okay. Welcome. Enjoy. Thank you. どう久しぶりの大自然は。大自然どころの話じゃないよなこれ。あ、ブレッド。ブレス。うまそう普通に。てかこのカレーとかさ、なんかいつも通り中東で食ってるやつって感じで。で、僕の方はちょっと森に持ったらなんか全部美味しそうでこんなになっちゃった。やっぱね、ご飯は欠かせないですね。はい、いただいただきます。きます。てかめちゃくちゃ景色もいいわ。いただきますした後だけど。まさかね、ケニアの国立公園の中でこんないいご飯食べれるとはね。チキン。美味しい？うん。わあ、お腹空いた。朝から何も食ってないんだよ。ごっつり食べるぞ、ごっつり。米なんだな。米取ってない。米が人生の生命線。ここはね、壁がないです。で、エアコンもないです。でも涼しい。日が当たったら暑いけど、影は超快適。
冬って言ってたもんね。バーもある。酔い止めのマント。プールあるっていうね。いやー涼しいね。めっちゃ気持ちいい。あ、おるおる、いっぱいおる。本当？本当だ、いるね。なんかあれちっちゃくない？赤ちゃんじゃないあれ。あ、書いてる。眩しいな。わ、これ気持ちいいだろうな。Thank you。どすごい。う？うわーすごい。すごい。いや。すごい。俺初めて見たかも、キリン。動物園である？あ、もう完全に今これがすごすぎて動物園のこと忘れてたわ。めちゃくちゃ近いね。すごっ。ほら向こうにもいる。見て、ほらあそこに。すごいね。スタイル良すぎだろ。すごいな。これ動画撮れてるかな。これ15メートル級の巨人がこれぐらいだ。うん、15メートルだってね。いや。いっぱいおるな。結構小ぶりやな。俺シマウマとか1日に1回見れるかどうかぐらいかと思ってたけど、ああ、シマウマいっぱいおるやろ。もう5回ぐらいみたいな。まだ始まって30分も経ってないの。すごい。あー、ジラフがいるわ。エレファン、where? Where? あー、I can see that. Yeah, 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 yeah. いや、めっちゃでかかった。嘘。うん。ゾウいる、あそこあそこ。おらんちゃう。おお。いる。ほら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 。いた。すごい。ちょっと遠いな。いや、we can see. イエーイ。あ、It's okay. いや、帽子落ちたよ。 My hat. Aduan dia kepat tadi. Aduan dia. Nampak tadi nombor.どこにおる？あっち側の車の人ファンサもらっとるんやけど。ね、ずりー。こっちにも来て。ハントしてるって言ってたけど、大丈夫なうんんだね。。見てこの周り。チーターがおるっつったらもう周りを見てみんな。やだ。見える？おお、すごい。
本当に画面越しの目の前にチーターがいる。しかも兄弟でいるのは結構珍しいらしいです。いでたちが凛々しいですね。初日から珍しいものが見れてよかった。あー、ベイビー。Yeah. 赤ちゃんこっち見てる。赤ちゃんかわいい。すごい囲まれた。囲まれたというか自分たちからこの中に入っていっちゃった。ごめんなさいね。めっちゃ見てる。数十からおそらく100匹ほどのバッファローの群れ。今日見てきた動物たちの中でも一番の大群です。間近で見ると筋肉がすごくてかなり迫力があります。子供いっぱいいるね、よく見たら。ね。アフリカのサファリでは特に人気があり、珍しい5種類の動物たちのことをビッグファイブというらしいのですが、バッファローはそのうちの1種らしいです。初日からいきなり幸先がいいですね。日没が近いので今日はここまでです。宿に帰ろうと思います。すごい大群だったね。今日のサファリは夕方からスタートだったんですが、明日は一日ずっとサファリらしいです。いや、すごいね。夕日が信じられないぐらい綺麗。サバンナの大自然にこの夕日とか、もうライオンキングとか映画の中の光景だよね。無事宿に戻ってきました。夜ご飯です。お腹が空いて足りなくて、ご飯2種類とナンとお肉、カレーかなをもう一杯おかわりしてきました。そっちはもう果物かな。デザートね。米がね2種類あったんだよね。どう違うんだろう。一緒やろ。チャパティがうまいんだよね。もちもちで薄いけどさ、もちもちなんだよね。すごいあったかくてさ、出来たて置いてあるよね。うん。もともとうまっ。後ろのレストランではまだ歌とダンスが続いてますが、結構寒いので一旦焚き火に当たりに来ました。今7月中旬なんですが、ケニアの内陸部は標高が高いところが多く、意外と夜は寒くなります。昼間は20度台半ばぐらいで本当に最高な気候なんですが、夜は10度台前半ぐらいで半袖だと厳しいぐらいの寒さです。夜は宿の係の人が部屋まで送ってくれるそうです。わからん。ジャンボー。俺結構これ人生の中でも多分一番星見えてる気がする。すごいな。これ GoPro で見えてないだろうな多分。明日は4時起きで早朝から気球ツアーに行く予定なので、まだ9時ですが早めに寝ようと思います。ただいまマサイマラでの早朝、4時半です。今日はこれから
バルーンサファリですね。バルーンに乗って朝日を見ながらサファリの大平原を眺めつつ、気球が降りたところで朝ごはんを食べるっていう話なので、ちょっと4時半起きで結構眠いですが、早速行ってみようと思います。Thank you. 車に揺られて1時間ぐらい経ったでしょうか。結構長い道のりでしたが、一旦待機所に着いたようです。あ、すごい、こんなに人いたんだこれ。地味に人生初気球です。こんなに大きかったんですね。Before landing, I'm gonna do two calls, very important calls. The first one, I will say landing position now. Now means now, not tomorrow. Okay? Very important. 気球って最初倒れてるところに乗り込むんだね。これは知らなかったな。I'm right here. いや、本当に想像以上にでかいな。すごい体勢になってます。イエーイ。ちょうど日の出のタイミングですね。いや、これは綺麗だな。あれはさっきまでいた待機所かな。その隣に目をやると川が流れてますね。お、早速草食動物っぽいのがいますね。あれは多分牛かな。マサイの家畜かもしれないですね。これはちょっと遠くて種類がわからないけど、野生の草食動物だと思います。あの2匹だけはぐれちゃってますね。サバンナの大地に朝日が差してきてます。いや、信じられない。見渡す限りの大草原です。これはちょっと絶景すぎますね。日が出てきて明るくなってきました。このマサイマラ国立保護区は南隣のセレンゲティなど隣接するその他の保護区の面積を合わせると日本で2番目に大きい岩手県の面積を超える規模の生態系が広がっていますが、このマサイマラ国立保護区だけでも東京23区の約 2.4 倍もの広さがあります。どこまでも続くように思えてしまうこのサバンナの草原。そもそもサバンナとは熱帯・亜熱帯地域に広がる低木や草が生えている草原のことを指します。サバンナは基本的には一年中温暖ですが、寒気と雨季がはっきり分かれているのが特徴です。今は7月でちょうど寒気のシーズン。この寒気の6月から10月が一番観光しやすい時期らしいです。で、今ちょうど川の真上を通ってます。あ、今のはカバかな？
多分カバが目と耳だけ出してこちらを伺ってますね。さっきからサービスなのかわからないけど、いきなりめっちゃ高度が低くなった気がする。手がもう草に届きそう。今度はまた高度が上がってきました。何度でも言いたいんですが、これ本当に信じられないぐらい綺麗です。このどこかにライオンなんかもいるんだろうな。自分は今でこそ普段仕事の関係で中東にいるんですが、ちょっと前までは普通に日本の田舎で生まれ育って田園都市線で通勤して東京のオフィスで働いてたんですよね。自分が日本で日常を過ごしていたあの時間、そして今皆さんがこの動画を見ているその瞬間にも地球の遠く彼方ではこういう絶景が当然のようにあって、今でも野生動物たちが闊歩している日常があると思うと、自分が見ていた景色はこの地球上のほんのごくごくわずかに過ぎなかったんだなと、なんか不思議な気持ちになります。もちろんそれが悪いことだとは思わないんですが、ただただ不思議な感覚です。Hi. Hello. Good morning. Hotel? Thank you. パイナップルジュースですね。めっちゃ気持ちいい。いやー、すごい、ここも電波通るんだ。今このスマホにちょっとポップアップの表示が出たんですけど、すごいな、こんなサファリのど真ん中で電波通じるんだ。あー、美味しい。いやー、最高っすね。気持ちいい。あれはあれですごい良かったけどね。いいな。ゾウも見たんでしょ。キリンも。キリンいっぱいおったよ、10匹ぐらい。いいな。で、俺は生後2日の赤ちゃん。いいな。めっちゃ可愛かった。妻とも合流できたので、早速今日のサファリスタートです。午前中はケニア・タンザニア国境を流れるマラ川を目指します。
だいぶ車を走らせてマラリバーが見渡せる丘にやってきました。さっき気球から見たのと同様に緑が濃くなっている部分に沿って川があります。マラリバーはケニアとタンザニアにまたがる川で、マサイマラから国境を越えてセレンゲティ国立公園まで続いています。ここは世界最大級の動物移動と言われるグレートミグレーションが見られる場所としても有名です。毎年7月から8月にヌーをはじめとした数百万頭の動物が餌を求めてセレンゲティからこのマサイマラに移動するのですが、今ちょうど7月のベストシーズンなので見てみたかったんですが、今年はもう移動し終わってしまったみたいです。今日は遠くになぜか1匹だけキリンが歩いてるだけでかなり平和な雰囲気です。Yeah, okay. はい、ケニア・タンザニア国境付近のマラリバーに到着しました。乾季でもちゃんと水量がありますね。川辺ではカバの群れが昼寝してますね。これは戦いの傷跡でしょうか。こっちではカバの群れが引き続き昼寝中です。寄り重なってて可愛いですね。このカバはボスなんですかね。それともちょっと孤立しちゃってるのか。すごい、カバってこんな鳴き声だったんだ。結構迫力あるな。あ、やばい、気づかれた。ここでご飯食べる？中身はパインジュース、水、なんかのサンドイッチ。これは何？おにぎりじゃない？おにぎり。マサイ族うのわー、おにぎり食べんの？でっかい肉や。あ、肉？チキンやチキン。ほら、あ、ほんまや。バカでか肉。と、ポテチ、あ、ポテチポテチね。よく見るやつよ。ヨーグルト、クラッカー、めちゃくちゃ量あるね。オレンジ。ううわー、ん。ちっちゃいバナナ。マフィン。飴。飴ね。はい。で、終わりそれがもう一個。セントリムさんです。じゃあ食べよう。すごいね、これ。ちなみに、僕たちを案内してくれてるマサイの人はあそこで食べてます。一緒に食べてもよかったのにね。ね、じゃあ食べよう。 OK。せーの、いただきます。いただきます。今ランチ終わりにこの人ね、この人、このマサイのクルーのお兄さんにトゥースブラシっつってマサイ族のソードを使って剣を使ってこれをトゥースブラシを作ってくれたんでこれでちょっと歯磨きしてみます。They're cute. 今ついにビッグ5のライオンが遠くで見つかったとの情報が入り、急いで向かってます。He's alone? Maybe? この個体は比較的若いオスライオンらしいです。マサイマラには数百頭のライオンが生息しているらしく、この季節はサファリで高い確率で出会えるといいます。すぐ近くにはお昼寝中の別のオスもいました。いる？うん、そこ2匹いるよ。あ、あれか。うん。ついになっとる。
メスとオス？うん。普通にあれかな、カップル？じゃない？かわいいね。なんかでも息が苦しそう。はは言ってる。サファリパークとかでは見たことあったけどさ、自然のワイルドなライオンは初めて見た。まあ当たり前か。いやー、かわいい、めっちゃ。すげえゴロゴロしてる。ライオンも無事見れたので、これでビッグ5のうち3種類を見ることができました。こうやって気持ちいい風を受けながらサバンナを走るのは本当に最高なんですが、凸凹道で揺れる中、バランスを取るのは結構大変です。こんな感じでしっかり体を固定します。これから午後の時間ではマサイ族の集落に行く予定です。こんな大自然の中に現代でも集落があるなんてすごいですよね。はい、2人とも体力回復している間に1時間ほど走り、マサイマラの入り口付近まで戻ってきました。あれはゾウの家族でしょうか。子供もいますね。大人のゾウと比べると小さくて可愛いな。半分、いや3分の1とかかな。サファリの最後にゾウが見れてよかったです。はい、そしてマサイの集落に近づいてきました。そもそもこのマサイ族とは、ここマサイマラ付近を含めたケニア南西部からタンザニア北部にかけての反遊牧民族です。人口は100万人超とケニアに40以上存在する部族の中では10番目に大きく、そしておそらく最も世界的に有名な部族です。このように古くからの伝統を守る方々がいる一方で、現代では都市部で生活するマサイ族の若者も増えてきているそうです。うわ、高っ、高っ。うわ、高え。So if you have like many ladies, you get many houses.
Whose house? This is one of the chief house. Chief. Yeah, because the chief is having 7 houses. So for the nice. Nice shoes. ladies make. Ladies build the house. And I don't do bugudu. Hi. Bye bye. So you see that inside they put some cow dung from the cow. For the roofing part, they put some long sticks. On top of the long sticks, they put some dry grass and plastic paper to cover with the rain during the rainy season. For one house is 10 people. Oh, 10 people. That is Wow. Papa and Mama and 8 small children. If you have like big children Wow. from the age of 15 years old, you make another extra house for them. 15. Unfortunately, Maasai house is no toilet. They do the toilet in the bush, and then for the bathroom, they go down to the river. Okay. So one house, one mama. So his papa is having many wives, many houses. So they keep on moving from one house to another. The construction of the whole village, it takes 3 months. But if it is one house, 2 weeks only. 2 weeks. So as we get it, mind your head. For the toilet, we go to the bush. We have a place for the shower, we go to the river. We have a part for the ladies and a part for the men. Come inside. Oh. There's light. So you can sit here. Thank you. You can have a seat here. Wow. So welcome to the Maasai house. Yeah, my first time. This is our kitchen. Here. After making the fire from outside, we bring it for cooking here. This is the bed for the children. A bed. So 4 children sleep here. 4 children? Yeah, four here. And then this is the master bedroom for Papa and Mama. That's for Papa and Mama. We get the drop of fire. They put to the dry grass and elephant poo-poo. To become a big fire, we add some pieces of firewood, and now we distribute the fire according to the houses. So these are the 2 wood that the Maasai they used to make fire. So through friction, we get the drop of fire. And if you want to buy to take to Japan, they sell it for $10. $10.ね。Oh, Maasai's knife. Yeah, that's a Maasai knife.すごい、もう。わー。Then you buy yung kanya tara hiyo. Kachina. So that's a drop of fire now. They put the dry grass and elephant poo-poo. Then after you can do the barbecue. Oh, so fast. Wow. That was so cool. You can smell from the rest. 村にはお土産コーナーもあるようです。この女性たちが商品を作ったと言ってたんですが、見たところ正直既製品っぽいなっていうものも多少ありました。こういったお土産は都市部にも正直売ってるんですが、せっかくならこういう場所に還元していきたいですよね。もうこれ交渉前提の値段やろ多分。そうだよね。バカ高いんだけどどうしたらいいと思う？いやもう交渉しよう、さすがに交渉しよう。No problem, don't worry. Yeah. Make it for
これこの2つで5000円って言われました。まあでもせっかくこんな生活見せてくれたし、まあ、この人が作りましたよって言われると多少ちょっと報いたくなっちゃって、まあ、結局2500に半額で買いましたと。まあ多分それでも相当ボラれてるよ。相当。この国の物価とあれを考えると、それでも相当ボラれてるけど、結構意外と引き下がらんかったけんな。そうね。まあこれで美味しいご飯でも食べましょう。Ashi means something. Yeah. すまん、日本人のイメージがカモになってしまったかもしれない。ちょっとね、いやー、ノーって言えないね。いや、まあでも半額までいったから。いや、それでもやろ。まさか最初5000円でふっかけてくると思わなかった。おかしいでしょ。700円ぐらいでしょ。1個300円ぐらいで。日本人はそういうとこ厳しいからね、意外と。まあでもいい思い出にはなったわ。まあね。まあこのお金で子供にうまいもん食わしてほしいわ。はい、そして今日は一日長かったんですが、やっと宿に戻ってきました。いやー、それにしてもこのベランダに出たのは初めてだったんですが、この部屋からの景色も最高にいい雰囲気です。ちなみにマサイマラは宿では基本的にインターネットが使えるように整備されています。7月のケニア南西部の気候は雨が少なく、日中は20度台半ばから後半くらいでかなり過ごしやすいので、夏の期間、特に北半球が酷暑の間など、もし長めの休暇を取れたらここでサファリを楽しみつつ、ゆっくり本を読んだり PC 作業をしたりするのもかなりいいなと思いました。はい、そして早くもマサイマラ最後の夜ご飯です。こちらはケニアの国民食ウガリ。セントリムのビュッフェは種類が豊富で本当にありがたいです。で、今日も結構お客さんでいっぱいですね。ポーク、謎のカレー、チャイニーズライス。これはチャパティ？めっちゃうまい。出来たてチャパティ、目の前で焼いてくれた。ビーフストロガノフ、ポテト、ウガリ。ケニアのね、ウガリ初挑戦。ちっちゃいやつにした。怖いから。はい、もう文句なしっすね。絶対うまいじゃん、こんなん。いただきます。ポテトうまっ。ポテトサクサクでうまない？うまいよな。ケニアの伝統料理のウガリを初めて食べてみます。多分主食だよね、これが。味はね、ないです。で、食感はお米とお餅の間ぐらいかな。ちょっともう少しパサパサしてるけど、もちもちとパサパサが両方あるみたいな感じで、ただ味がないんで、これあれだね、多分外国人に白米だけ食わした時みたいな感じだわ、多分。普通になんかこういうお肉とか味の濃いものと一緒に食うと多分美味しいと思う。いや、だからそういうもんなんやけどな、普通に。なんか単独だとね、これ単体だと若干臭みを感じるかな。臭みっていうか何なんだろう、なんか奥深い味を感じるね。なんかそうなんで、お肉と一緒に食べる。これ本当は手で食べるのかな、ウガリは。なんか貴重な炭水化物を摂取してる感じがするわ。でも面白いっすね、こういう異国の地で異国の料理を食べるって。普通にうまい、全部。そうナイス。あまりにもこいつがうまそうだったから、ちょっとおかずと一緒に2皿目です。全然いけちゃうな、美味しくて。どうでした、セントリム？よかったです。ご飯美味しいし、スタッフさんがねすごいフレンドリーでね、よかったよ。でもお部屋は普通にいいけど、
寒いけん普通に日本で山の上にキャンプ行くノリで来た方がいい。暖房とかもないしね。ない壁もないけんさ、なんかテントデカテントな感じやけんさ、通気性いいから。とにかく寒いけん服を持ってくること、あとシャンプーを持ってくること。なんかシャンプーとボディ兼用のなんかドゥルドゥルのジェルで髪が次の日になってもね、なんかやばいけんギシギシ。シャンプー持ってきた方がいい、シャンプーとあったかい格好。以上。いやー、今日は楽しかったけど長い一日だった。おやすみなさい。はい、今日も次の目的地への移動のため夜明け前に起きました。レストランでは夜明け前でもしっかりご飯が食べられるようになっています。ただいま5時過ぎぐらいです。外はまだ真っ暗です。 Thank you. Thank you. Welcome. セントリムっていうマサイマラのサバンナにあるホテルに初めて泊まって、そもそもこういうサバンナとか国立公園のホテルに泊まるの初めてだったんですけど、めちゃくちゃ良かったですね。結論ご飯は美味しいし、で正直そんなに高いわけじゃないんだけれども、部屋も普通に綺麗だし、ただ暖房設備とか電力系はちょっと弱いから、当たり前だけどね、サバンナだし、そこはもうちょっと個人でどうにか準備してくるしかないけど、ちょっと寒いかな。やっぱりちょっと寒いから、その厚着できるようなもの、あとパジャマね。パジャマは絶対ちゃんとあったかいパジャマ持ってきた方がいいかなっていうところは少し教訓としてあったけど、それ以外は、とにかくご飯美味しくて、もう毎食もりもり食べちゃったし、であとはスタッフの人もすごいフレンドリーで、インスタとかフォローして、ちょっとまたケニア行くとき連絡するわみたいな、日本来るとき行ってよみたいな感じですごい仲良くなったスタッフの人もいるし、みんなホスピタリティすごいしね、すごい気遣ってくれるし、いやなんかこういうリゾートホテル泊まるの初体験だったけど、すごいいい思い出になったかなと思います。はい。で今日もこの後苗場所に行ったりとか、あとこの後次アンボセリに行ったりとかで、こういうところあと2カ所ぐらい泊まるんですけど、みんなこんな感じなのか、それともこのセントリムが特別良かったのかはちょっと比較して後でお伝えしようかなと思います。でも今んとこめちゃくちゃケニア最高っすね。はい、ちょっと最後まで聞けなくて、もしかしたら今出るときに聞けるかなと思うんだけど、ここのビジネス構造がどうなってるのかめちゃくちゃ気になるよね。マサイの人たちにちゃんと還元されてるのか、それともなんか全く別の人種のオーナーの人がいて、その人のお金で運営してるのかとか、もしくは資金調達してお金を集めたりして運営してるのかで、実際どれぐらいのビジネス規模になってるのかみたいな、すごい気になりますね。別に安くはないんでね、ここめちゃくちゃ高いわけじゃないけど、中価格帯よりちょっと上のリゾート地なんで、どういうビジネス構造になってるのかすごい興味ありますね。もし知ってる人がいたら教えてください。はい、道が舗装されてないのでとんでもなく揺れます。不思議なもので2日間サファリしてたらもう揺れには慣れましたね。You see the spoon? Yeah, it's big. Yeah, it's big. We have almost 2,000 children. 2,000? Wow, that's a lot. Wow. このお兄さんと同じ色の、ちょっと違うけどね。Sorry? 同じ色、same color? Yeah, the same. Uh-huh. いや、ちょっとラインが細いけど。じゃあかっこいいわ。巻いとけ。どう？すごい空気が気持ちいいね。少しずつマサイマラから離れてきてますが、またマサイの家畜に出会いました。結構強引にショートカットするみたいです。無事突破に成功。
いや多分なんかもらおうとしてたね。次の目的地はフラミンゴやシロサイが有名なこちらも世界遺産のナクル湖ですが、これらは前回の動画アフリカ第一交代編で人類の誕生と進化史と合わせて深掘っているので、興味がある方はぜひそちらを見ていただきたいです。次の動画ではそれらのさらに次に訪れたアフリカ最高峰のキリマンジャロの麓に広がる象の楽園アンボセリ国立公園をご紹介します。マサイマラとはまた違った大自然と魅力があるサファリスポットなのでぜひお楽しみに。マサイマラでのツアーや宿に関する情報はこの動画のコメント欄に記載しておくのでぜひ参考にしてみてください。どこまでも続くサバンナの大自然と雄大な光景、そしてたくさんの野生動物とマサイの人々の暮らし、短い時間でしたがマサイマラ国立保護区でのこの2日間は間違いなくこれまでの人生で一番印象的な旅になりました。またきっとこの場所に戻ってきたいなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。